はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は長野県のグランピングからお届けしたいと思います。11月27日満月から12月13日新月までの2週間をタロットで見てみます。それと12月12日の夜にカペラノートの使い方説明ライブを行います。カペラノートはノートって言ってるんですけど、2024年の手帳みたいなものなので、2024年の星の動きがたっぷり書いてあるノートになります。各星座のエネルギー、どんな1年になるかっていうのも末尾に載せていますので、手帳はもう買っちゃったわっていう方も星のエネルギーを生かして過ごしやすくなるように、もしご興味ある方は12日までにぜひお手元に届くようにお早めにお買い求めください。では早速いきましょう。よろしくお願いします。ちょっと混ぜにくいんですけど、しっかりと混ぜてありますので、事前にお羊座さんですね。なんか外でやるのが久しぶりですね。逆光でカードが見えないかもね。お羊座の皆さんはね、この27日双子座の満月っていうのはものすごく意識が高くなるっていうか、もうどこまでもいけるぐらいの情報量と思考と目標設定みたいなのができやすい時なんですけど、かろうじて星でちょっと注意するとすごくその目標が高く、ここに向かっていきたいって思うほどに、実は自分の思い癖だったりとかコンプレックスだったりとかちょっと不安なことっていうのもじわーっとこう染み出してくるような時なので、あまりそこに意識を向けないようにしてくださいね。心地よく過ごすように意識していただけたらと思います。はい、では見てみましょう。ソードキング、ソード6、ワンド3逆、ソード10の逆、カップ3逆、ペンタクスクイーン逆。はい、女教皇、気をつけることや対策はペンタクスのナイトと逆と、ワンドクイーン聖地とオラクルは、はい、ワンドの2です。なるほど。すごく意識高く進んでいける時なので、何かね年内にやっておこうみたいなことがぐんぐんと進む2週間だと思います。特に12月13日以降っていうのは水星も逆行しますので、できたらそれまでにねいろんなことを収めておくとか、できるだけ段取り組んでおく方がいいんですね。でそれがとってもできそうな雰囲気です。ただやっぱり考えすぎるというか、すごく効率よく動ける時だからこそ、もっと効率いい方法はないかなとか、これをやりながら次のことを考えてるとか、同時に同時に進行していけるみたいな、ものすごく聡明なエネルギーの時なんですね。なのでやることがいっぱいあるなっていう方も、もう本当に同時にいろんなことをこなしていけるよっていうメッセージが一つと、ただもう一つ、その一つのことをやりながら常になんか違うことに気を取られているっていうこともありそうで、もっといい方法があるんじゃないかとかって思いそうなんですけど、そこはもう割り切ってやったらいいかなというふうに思いました。でまずその入り口がちょっとソードのキングなので、とてもあの厳しいというかね、自分自身に厳しくなってるんじゃないかなと思います。もっとちゃんとしなくっちゃとか、もっと自分が考えてるねその目標を達成するためにはあれをしてこれをしてみたいな、すごくきっちりとした計画を立てようとしてるなっていう感じです。でそれはそれで素晴らしいんですけれども、その通りいくとは限らないので、多少フレキシブルに対応できる余力っていうものを入れておいてもいいかなと思いますね。で全体の流れとしては非常に押されてます。持ち上げられているというか、ここでもねソードの6が出ていて、きちんと後ろから背中を押されてうまくいくような流れがありますよっていうふうに出てますし、ご自身の中でも何か未来に向けて、特に来年に向けての計画っていうのはもう立てた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。こうしていきたいなっていうのが自然と湧いてくる。でこれは11月にご自身が自分を振り返ったりとか、自分を見た方、自己探求とかね内省された方っていうのはより一層それが深く、じゃあやっぱり自分のやりたいことはこれだからああしていこうみたいな、そういった思いっていうのがあって、でそこに向かっていくために何かご自身の心理的なブロックっていうものを外していかなきゃいけないっていう感
感じがあるかもしれませんね。ここでソードの10の逆が出ているので、他の人から見たら全然関係ないっていうか、そんなに気にしてたのっていうことかもしれないんですけど、何かお羊座の皆さんにとってはすごく自分の中ではね、すごく怖かったこととか気になっていたことっていうのことをもうえいやってやってしまうみたいな、そういう思い切って何かをやっていくっていうことで、打破できますっていうふうに出てるんですね。で、打破して流れを変えていけるんですけれども、それが 100% 満たされている状態かっていうとまたちょっと違うので、まずここはちょっとこれまでの例えば6月とか7月ぐらいからの流れで自分がなんとなく調子悪いなと思っていたことがあったとしたら、その流れは変えられますよと、簡単に変えられますよと。で、ただ変えた上でさらになんかすごいいいことを期待するというよりは、手探りで1歩2歩3歩進んで2歩下がり、3歩進んで2歩下がりみたいな感覚でっていうぐらいのね感覚で進んでくださいって言われています。っていうのは全てがキラキラと輝くような満たされた感覚というわけではなく、多少はね自分が思っていたのとちょっと違うということもあるかもしれませんが、でもそれが何かその致命的な問題かというとそうではなくて、自分の満足度の違いっていうだけみたいなんですよね。で、この2週間でしっかりと自分がやっていきたいこととかお仕事とか固めていきたいこと、得ていきたい知識とかそういったものっていうのはきちんと自分の中で温めていけますよっていうふうに出てるんですね。ここでもペンタクスのナイトが出てるんですけれども、なので何か確実に温めていくというか、ぼんやりとしたこのイメージだったりしたものをちょっと形作っていく、こうやっていこうって構成していくっていうのかな、何か形作っていくっていうことは非常にできそうです。そしてすごくなんだろうな、やっぱり12月13日の新月あたりってあのよしみたいなよしっていうような気合がありますね。やるぞみたいな。なのでそうですね、ここでもねそういう自分のビジネスセンスだったりとかお仕事に関しての自分のアイディアっていうものは十分に発揮していけますよというふうに出てるので、すごく運勢もね応援してますし、着実に進んでいける2週間だなと思いました。ただご自身のその満足度っていうところではちょっと違うかもしれませんが、でも確実に進んでますね。そして気をつけることとして言うと、先ほど言ったみたいなもっと違うもっといい方法があるんじゃないかとか、こっちのことも気になるなみたいなことあるかもしれませんが、もうやはりまずはこの11月27日以降流れが変わるよっていうことを自覚した上で、そして自分が思った通りの流れになっていってるんだから、多少計画が違っても大丈夫っていう形で自分を信じてやってみてください。そうするとすごくいいなんだろうな、架け橋になるっていう感じがしますね。年末に向けての。はい。そんな感じかな。人間関係も悪くないですよ。悪くないんですけど、そんなになんか人から何か優しい言葉をかけてもらったり、人とうまくやっていくことによって得られる満足をあまり求めてないっていう感じがして、それよりも自分が決めたこと、自分が計画したことをしっかりやっていきたいっていう意識の方が強いのかなと思いました。で、それはできるっていうふうに出てるので、ぜひ自信を持ってやってみてください。ということで今回ここまでにしておきます。そうですね、また次回はね、その12日のYouTube ライブでお会いしましょう。ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。